こんにちは。一人介護のりょうさんです。突然ですが、世の中には知っている人だけが得すること、知らなくて損することってたくさんありますよね。介護でもよくあります。私も今までに知識がないあまりにいろんな場面で損をしてきました。ちょっと悔しいので、高いお勉強代をお支払いしてきたということにしておきましょう。もし介護用品を購入するとなった場合、介護用品は決してお安い買い物ではありません。時にはコロナのような予期せぬ出来事で品薄になったり、値上がりしたり、支給が減ったり、今回は節約のためにも損をしないためにも知っておくと良い情報をお伝えします。介護や看護に携わる方はもちろん、一般の方でも将来ご家族などの介護に直面した時に知っておくと良い情報ですので、ぜひ最後までご視聴ください。次の順番でお送りします。1、介護用品の購入とレンタル2つの方法について。2、ご視聴者様からいただいた質問とそのお答え。3、自宅介護でのお役立ち情報。4、介護で損しないための知得情報。福祉用具の購入費の支給についての順でお送りします。それではスタート。1、介護用品の購入とレンタルについて。もしかして私の過去動画でご説明が不十分で誤解や混乱を招くといけないと思いましたので、そうならないように補足させてください。まず大切なことは、介護用品を利用するには購入とレンタル2つの方法があります。これは物にもよりますし、借りれる人、借りれない人、補助金や給付金を利用し購入できる人、できない人がいて、いずれも条件があります。なんか小難しそうな話だなぁと思われた方、わかります。この手の話って聞いてもよくわからなかったり、聞く前に嫌になりますよね。難しいお話が苦手な私でも理解できたので、拒否反応を起こさずに、まずは軽い気持ちでお聞きください。介護でよく耳にする言葉。1、介護用品。2、介護保険。3、福祉用具。この3つを簡単に整理します。1、介護用品。介護用品と一言で言っても、おむつ、パジャマ、肌着、手袋、車椅子、介護用ベッド、単の吸引器、義肢まで多種多様な用具や機器があります。2、介護保険。対象者は65歳以上と40歳から64歳までの医療保険加入者、そして特定疾患の方です。65歳以上の方は原因を問わずに要介護または要支援と認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。40歳から64歳までの医療保険加入者が加齢に伴う病気が原因で要介護や要支援の認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。介護保険は必要な人が使えるように保険料と税金で運営されています。そして所得により1割から3割の自己負担があります。3、福祉用具。日常生活に支障のある障害者や要介護者、要支援者の生活で必要となる道具やリハビリ、機能訓練のための用具のことです。介護保険でレンタルできる福祉用具は全部で13品目。利用できるのは要支援者、要介護者。一部の福祉用具に関しては原則要介護2以上となっています。それぞれの品目に適用基準があります。1ヶ月のレンタル料金の1から3割の料金で借りることが可能です。介護を必要とする度合い、介護度別に介護保険の1ヶ月の支給額の限度が決まっているため、他の介護サービスと組み合わせて
限度額内でレンタルできます。いざ自宅で介護を受けようとなった時に、大なり小なり介護用品が必要になります。介護用品を準備するとなるとお金もかかりますし、病状によって必要なものはどんどん変わっていきます。一度購入したらずっと使えるということでもありません。そこで便利な制度が先ほど出てきた介護保険です。例えば以前ご紹介した介護ベッドのエアマット、商品名のオスカーでいうと、購入をする場合には保険適用や助成金などは該当しませんので、自費で12万から14万円となります。これを介護保険を使ってレンタルする場合は、私の住まいでは1割負担の方は1ヶ月900円、2割負担の方で1800円、3割負担の方は月々2700円となります。レンタル料は事業所や自治体により多少異なります。まずはケアマネさんや相談員さんにご相談ください。次に介護保険の適用がされない場合をお伝えします。介護保険が適用される用品は主に介護を必要とする人の日常生活で、利用者が自宅で自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて保険給付の対象となっています。日常的に使用して消耗する紙おむつや介護食、デザインや様式に人それぞれの好みや使い勝手が反映される一本杖やシルバーカーなどは介護保険の適用外となります。ですので、介護用品だからといって全てのものが割引や給付の対象ではありませんのでご注意ください。いろいろ説明しましたが、何はともあれ自宅で介護する私たちにとってレンタルできることはとってもありがたいです。皆さんももしもの時はこの情報を思い出していただけると嬉しいです。厚生労働省のホームページのリンクを概要欄の一番最後に貼っておきますので、よろしければそちらからもご確認ください。では難しい話が続きましたので、ここで視聴者様からいただいたご質問やお役立ち情報を紹介します。口から痰を取るための吸引用カテーテルは数日間使い続けますが、気管切開からの吸引カテーテルは1日1本使って交換しています。りょうさんはどうされていますか？私は口からの吸引も気管切開からの吸引も1日1回交換しています。私の場合はありがたいことに病院から一定数支給されて、現在はそれで賄えています。以前 YouTube でこういう医療物品を支給されているとお伝えしたところ、うちは支給がないので自費で購入していますという方が思った以上にたくさんいらして驚いています。そういう私も数年前までは病院から支給していただけることを知らずに自費で購入し、総額50万円以上自費で購入しました。今お世話になっている病院に変えたとき、一定量は医療費で処方できるんですよと言っていただき、今に至ります。こういうことを知りたいときはどこに問い合わせたら良いのでしょうか？病院でしょうか？でも私のように自費で購入していた頃、利用していた病院もこういう知識がないから支給されなかったわけですし、一部の情報ですが、医師が特定医療備品を限定数だけ医療費で処方できます。それ以上必要であれば自費購入となります。介護保険では購入できないですとの情報もあります。もしご覧になっている方で確かな情報をご存知の方がいらっしゃれば、コメントにて教えていただけると幸いです。話は戻りますが、もし現在ご自分で購入されている方は、一度お世話になっている病院にご確認いただくのも良いかもしれません。気をつけていただきたいのは、看護師さんやケアマネージャーさんなどの医療関係者でもこのような情報を知らない方の方が多いので、ご存じない医療関係者さんに聞いてしまい、不確かなお返事をいただいて損をしてしまう可能性もありますので、こういう情報があると理由を話していただき、
直接病院にお尋ねいただくか、同じようにケアマネさんや相談員さんにも経緯をご説明してご確認いただくことをお勧めします。実際に知り合いの看護師さん数名にお尋ねしたところ、お金のことやそういう仕組みや制度を知らない、考えたこともなかった、てっきり後で患者さんが申請し返金してもらえると思ってたとのことでした。私自身介護を受ける側に回らなければ、こういうことを知らずに看護師を続けていたと思います。言い訳になりますが、こういう仕組みは看護学校でも病院の研修でも知る機会がないというのが現状です。しかし患者様をお支えする立場としては、看護師さんも把握していただけるとご利用者様が助かると思います。在宅介護のお役立ち情報をご紹介します。福祉用具や在宅介護で必要な医療物品の販売ですが、愛知県では4店舗ある新古ショップキンブルで販売しています。今までに中古品ですが、歩行器、手すり、介護ベッド、車椅子を購入しました。レンタル費用の 2,3 ヶ月分で元が取れる価格で販売されています。必ずあるわけではなく、タイミングで見つかることがあります。新品のメッキンガーゼも格安販売されており、使うものなので大量に購入しました。文房具などの事務用品などでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、通信販売のアスクルでも医療物品を購入できます。しかし病院などの企業向けにも個人販売でも購入できるサイトですが、吸引チューブにおいては医療関係者の方しか購入できません。楽天ではトップ吸引カテーテル12フレンチ1箱50本入りを10箱購入し、送料は無料でした。次は以前投稿した動画、手抜きでも床ずれゼロ秘密のアイテムに対していただいたコメントになります。父が5年寝たきりの時にモルテンのオスカーを使っていましたが、床ずれはできなかったです。優れものですよね。入院中も使っていました。病院で亡くなってしまい、床ずれのひどい方に使ってくださいと病院に寄付してきました。まだ母は足腰は大丈夫ですが、認知症なので万が一の時はまたエアーマット、オスカー等を使いますとのことです。情報ありがとうございました。よろしければご参考になさってください。4、介護保険の福祉用具の購入費の支給についてです。自宅介護の要介護要支援者が福祉用具等を購入したときは、購入費の9割相当額が支給される場合もあります。この制度を利用して購入できるのは、掛け便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、異常用リフトの釣り具の部分、何やら聞いたことのないものが含まれていますよね。ざっくり言うと、入浴や排泄などを補助する福祉用具の一部のものに限ります。これらの福祉用具は事前に申請が必要とか、都道府県の指定を受けた福祉用具販売の事業所での購入でないといけないなど、お住まいの地域により決まりがあります。福祉用具を購入する際にも、必ずケアマネさんや相談員、地域包括支援センター、市役所などご相談くださいね。ここで一つ、ある日突然ご家族の介護に直面した方のエピソードをご紹介します。その方は、これまでお元気だったお身内が急にご病気になり、突然在宅介護を始めることになったそうです。在宅介護を始めるにあたり、何もかもが初めての経験で、ケアマネさんとのやり取りする中で、介護用品のレンタルのお話が一番難しかったとおっしゃっていました。ベッドなどいくつか選択肢があり、どっちにするか聞かれたところで、わからない、決められない。ケアマネさんのお話がちんぷんかんぷんで、結局お任せしますとお答えしたそうです。きっと人生で初めて介護と直面するときは、どなたでもこのような感じだと思います。私もそうでした。看護師なのに
在宅介護は未知でわけわからんと思いました。今までの経験から感じたことは、日本には病気の人や介護を必要とする方を助けるとっても良い制度や仕組みがあります。それは病気になったら必ずその情報が誰が見ても分かるように記載されたパンフレットが配布されるわけでも、主治医から説明があるわけでも、市役所の職員さんから直接ご案内があるわけでもありません。稀にそれに関する情報が載ったしおりが郵便で届くこともありますが、そのしおりは難しい業界用語で書かれていたり、一体何を示しているのか、どんなサービスなのか、自分が対象なのかな、そうでないのか、それすら理解しがたい内容です。結局自分から情報を取りに行かなければ一生知ることもない情報だったりもします。私は今年のお正月休みにネット検索をする時間が取れて、いろいろな福祉用具や介護用品を見ていました。また福祉用具のカタログを取り寄せて拝見し、衝撃でした。今はこんな便利なものがあんの？こんなの誰が発明したの？すごいな。父がまだ病気の進行が進む前にこれがあれば助かってたのになと思う福祉用具がいろいろあり驚きました。でもこういう情報はもっと介護を受けている人に届けないと意味がない、宝の持ち腐れだなぁと強く思いました。看護師さん、理学療法士さん、作業療法士さん、ケアマネさん、介護士さん、皆さん日々の多忙な業務の中ご尽力いただき感謝しかありません。しかし私は今はしてないとはいえ、一応看護師である立場から言わせてください。看護や介護を受けている患者様を一番近くで見ている、また総合的に見えるのはやはり看護師かと思います。ケアマネさんもご経験や知識が大変豊富ですが、看護や医療においては看護師ほどご専門ではありませんので、病気別や疾患の進行状況に見合った適切な福祉用具をご提案できるのは看護師が一番だと思います。福祉用具相談員さんもいらっしゃいますが、月に一度から数ヶ月に一度の利用者様との関わりや口頭での情報収集では汲み取れない患者情報もあるかと思います。ですので看護師さん、特に訪問看護師さんがもう少しこれらの福祉用具の知識をお持ちになり、患者様に早い段階でアドバイスやお勧めをしていただければ、患者様も看護する看護師さん、介護士さんも心身の負担が軽減されたり楽になり、双方ともメリットだと思います。とはいえ本当にお忙しい看護師さんに容易にお願いできないことも承知しております。どうしたらよいのでしょうか。何か良い方法はないでしょうか。看護学校や介護士さんの育成の授業に取り入れていただけると嬉しいなぁと、これは私の思いです。今回私がご紹介した情報が何か一つでも皆さんのお役に立てたら嬉しいです。また訂正や補足などがございましたらお手数をおかけしますが、コメント欄にて情報をシェアしていただけるととっても助かります。長らくご視聴ありがとうございました。それではまた。Clear nights and I'm ready to fall